こんにちは、みえこです。今日もアップリケのパターンを作ったので、作り方をご説明します。32センチ正方の布を用意して、半分に折り、また4つに折り、また三角に折り、アイロンをかけます。ここはきっちりアイロンかけてくださいね。開いてみるとこのようになっています。次にこれは月桂樹の葉ですが、これで型紙を作ります。型紙に沿って接着芯に線を引きます。そして線のところをカットします。布地の裏面にこの接着芯を置きます。何枚も布を重ねて一度にアイロンをかけてしまいます。アイロンは丁寧にかけてくださいね。次にこの接着芯の幅より5ミリぐらい大きくカットします。続いて4等分に折ったところに葉っぱの形の布を縫い付けます。布を置いてこのように今回は縫い付けますよ。そして刺繍糸で祭り縫いではなくて簡単に縫い付けたいので、そのままランニングステッチします。接着芯がついているので伸びないのでつけやすくなってますよ。ぜひ試してくださいね。一周縫い付けます。このまま私縫い付けてしまいましたが、実はやっている時気がつきました。仮縫いはした方がいいみたいです。それではお花のパターンを作ります。まず7センチのバイアス方向に布を切ってください。バイアス方向ですよ。そして長さは50センチ。次に厚紙、薄くても大丈夫ですけど、紙に 1.5 センチの線を引いて、この線に沿ってアイロンをかけてください。端までアイロンかけます。今度は印をつけます。縫い線の印です。2センチ間隔で印をつけてください。今度は折った布の端から5ミリぐらい離れたところにまた2センチ間隔で印をつけます。互い違いになっている印ですよ。縫う手順はこの順番です。端まで全部印をつけます。今度はこの布を輪に縫い付けます。縫い終わったらこのように裏面を見ながら縫います。キルト糸で糸の最後に布をつけていくと後で便利ですよ。そし
して端からこのように印のところに針が出てくるような感じに縫っていきます。こんな感じに縫いますよ。これを一周縫います。最後は少し合わなかったらちょっと自分で調整してください。縫い終わりは少し縫い始めの縫ったところに重なるように縫ってください。そして糸を引きます。縫い終わりの糸と縫い始めの糸どちらも引くと便利ですよ。そして約10センチの輪になるように縫い縮めてください。こんな感じになってます。糸は切りませんよ。そしたら今度は別の方向の端をこのように一周縫います。少し大きめの運針で構いませんよ。ぐっと縫い縮めてしっかりと縮めます。そしてほつれてこないように中で留めます。ここはしっかり留めないと後で緩んできてしまいます。しっかり留めたら玉留めをしてここは糸を切ります。表に返して形を整えます。中心は少しねじるような感じにすると綺麗にできますよ。外側のひだを調整しながら丸い形に整えます。今度は土台の布に縫い付けます。葉っぱは綺麗にもう縫ってありますよ。針で留めます。なるべくたくさん針を刺すと縫っている時に形が崩れなくて縫いやすいです。全方向に8本ぐらいは刺すといいですよ。少ないと形が崩れてきます。そして土台の布がシワになってしまいます。針を刺し終わったら今度は土台の白い布に縫い付けます。花びらの端の部分を少し大きめの運針で縫い付けます。糸が見えなくなるように中に入れ込みます。裏はこんな感じですよ。今度は中心近くのところをもう一周縫います。この時に縫う手順はひだの間に縫った跡が入るように縫い付けます。一周縫います。そして中心が少し離れてきている時はここで止めてしまいます。縫い終わったら裏に糸を出して糸の始末をします。こんな感じにできますよ。刺した針を全部取って別の花もつけます。
このオレンジ色の布がとても気に入っていて、綺麗にできたのでとっても嬉しくなってしまいました。最後まで一周つけ終わって裏に玉留めをして完成しました。前回作ったパターンと合わせて今回2つ目のパターンが完成しました。また次の動画で別のパターンご紹介しますね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。どうかな？よし、ちょっと行ってみよう。